こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、おしゃべりが止まらない子が勉強を始めるグッド指導、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。意見コメントいただきました。はじめまして、いつも拝見してます。講師1年経験し、今年初任で小1を担任しています。とにかくおしゃべりが多く、授業中ずっとざわざわしています。一番前の席でこそこそ口喧嘩が始まることもあります。立ち歩きで話しかけに行ったり、説明中に前に出てきて踊り出したりする子もいます。指導してもその時はシュンとするのに5分後にはまたうるさくなったり、無視してるとエスカレートしていったりします。おすすめの対処や記述の動画はありますか？こんなコメントいただきましてありがとうございます。ありますね。言ってもすぐざわざわしちゃう、おしゃべりが止まらない、中には踊り始める、なかなかつわもののねクラスかもしれませんけれども、そういう状況に採用1年目の先生が担任をしているっていう状況があるみたいです。なんとかしたいじゃないですか。これなんとかなります。この動画最後までご視聴いただければ、こんなおしゃべりがわんさか起きてくるような子どもたち、学級への対処法手に入ると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、早速いきましょう。結論からねお伝えしたいとは思うんですけれども、こういう指導をしたらあら不思議、魔法みたいにうまくいっちゃいましたっていう、そんなものはありませんよ。そんなものがあったら日本中の教室からおしゃべりはもうなくなってるはずじゃないですか。なくなってないっていうことは、そういった魔法みたいなことはないっていうことです。ただし指導原則、学級経営の原則っていうのはあるんですね。その原則を今から紹介していきたいと思います。結論からお伝えしますね。結論は細分化して指導せよっていうことですね。細分化して指導していきましょう。ざっくりものを見て、子どもたちの問題を見てざっくり指導しても効かないわけですよ。薄いんです。指導がね曖昧なんです。具体的に指導をしましょう。そのためには問題を細分化して具体化していきましょうということですね。一つ例を紹介していきたいと思います。多分この先生もお困りであろう。そうですね、授業中にじゃあ何か問題を解いてるとしましょうか。国語でもいい、算数でも構いません。とにかく問題を解いてるけれども、ざわざわざわと騒がしくなってきちゃったっていう状況を想定しましょう。これつまりどういうことかっていうと、子どもたちが正しく問題を解くという状況に至るためにはですね、いくつかのステップを刻んでいく必要があるんです。そのステップの結晶として問題を解くという姿が出てるわけですね。そのステップを一つ一つ細分化していきましょう。ちょっと自分で今頭で考えてみてください。子どもが正しく問題を適切に解いていくという状況を作っていくために、学校に通ったことがありません子ども、教えてもらったこと何にもありません、鉛筆も教科書ノートも何にも持ったこともありません、教室に入ったこともない子どもが初めて来た時に適切に問題を解くという姿に至らしめるためには、一体どんなステップを刻んで指導していく必要がありますか。これが細分化して指導していくっていうことです。ちょっと僕簡単に考えてみましたよ。まず一つ目、座る。座って問題解いてもらわなきゃ困りますよね、小学1年生。2つ目、道具を机上に出す。筆箱とか教科書とかノート。3つ目、先生の指示を聞く。今からこの問題の3番をやりますよっていう、この問題を聞くということですね。そして4つ目、問題を読む。3番の問題を解くんだったら3番の問題を自分で教科書を開いて読むということ、行為が必要ですよね。そのための指導が必要です。そして読むだけではなく理解をしてもらわなきゃ困るわけですね。で、理解したら初めて問題を解く鉛筆を持って鉛筆を走らせるわけですよ。これを指導しなきゃいけないわけですね。そして終わったら、問題解き終わったら静かに待つ。もちろんですね、学級が成熟していったらどんどん問題進めていったりっていうような応用技聞かせたいんですけれども、何せ小学1年生ですから、まずは一律に指導していきましょう。問題解き終わったらちょっと時間効率としては無駄なんだけれども、静かに待つというこういう行動をさせなきゃいけない、そういう指導をしなきゃいけないということですね。8つ目、答え合わせをします。みんなで答え合わせをする。つまり黒鉛筆から赤鉛筆に持ち帰って、合ってったら丸するし、間違ってったら×をするということを教えなきゃいけないわけですよ。そして最後、間違いを直すっていうことですね。合ってたらいいけれども、間違ってたらこれ 1+2 は
4じゃなくて3なんだっていうところを書き直さなきゃいけないっていうことですね。一口に問題を解くといっても今ここにバーッと出てると思いますけれども、9つのステップを刻んで子どもたちに対して指導をしていく必要があるんです。で今からですねこの9つ紹介しましたけれども、こういった細分化した指導をしていくための重要なポイントを紹介簡単にしていきたいと思います。ポイントは2つしかありませんけれども、1つ目は一つ一つ焦らずに指導をしていくっていうことですね。学級がざわざわしている状況を想像してみてください。ざわざわしてるなっていうふうに思ってしまうんですけれども、それはすごくざっくりしたものの見方なんですね。もうちょっと顕微鏡で子どもたちの様子を見る感じでイメージしていただきたい。そうするとざわざわしている子どもたちの状況の中にもこういった9つのつまずきポイントっていうものがあるんですね。これ一つ一つ正しく指導するというのはどういうことかというと、誰が一体どの局面でつまずいているのかっていうのを把握するわけです。例えば1番の座るっていうところでつまずいている A さん B さん、そして道具を机上に出すっていうところでつまずいている A さん C さん、そして指示を聞くっていうところでつまずいている A さん D さんA さんいろいろつまずいてますけれども、こういう形で誰がどこでつまずいているのかなっていうことをきちんと教師が把握することができれば一個一個指導していくことができますよね。それをすることなくですねざわざわしている子どもたちに対して静かにしなさいといったところで一瞬静かにはなるかもしれませんけれども、そもそも座ってないんだ、そもそも教科書ノートが机の上に載ってないんだ、そもそも説明指示を聞くことができていないんだっていう状況の子どもたちの口にチャックをしたところでまたガタついてくるわけですよ。なぜなら基盤が整ってないから。これらを一つ一つ適切に丁寧に指導をしていくっていうことですね。そして2つ目のポイントなんですけれども、一つ一つ丁寧に僕は今指導していくと言いましたけれども、丁寧なその指導が全ての子どもに聞くわけではないということです。例えば座りましょうという一言で座る B さんだけれども A さんは座りましょうという指導では聞かない可能性があるということです。つまりこちらの言葉が効果を発揮する子どもと効果を発揮しない子どもがいるんですね。で多くの若手の先生がやってしまいがちなのが結構声、指導、叱り、注意、これ一辺倒で言ってしまいがちなんですけれども、もちろんそれで多くの子どもは聞きます。小学1年生特にね聞くと思います。7割8割ぐらいの子どもはちゃんと座りましょうって言ったらはいって言ってね座ると思いますけれども、2割3割の子どもは聞かないわけです。それ以外の何らかのアプローチが必要っていうことですね。先生がつかつかと歩いていって一緒に誘導してあげてここに座ろうかっていうところが必要かもしれないし、あるいは子どもの声を頼って誰々さん一緒に座ろうっていうような導きを活用した方がいいかもしれないし、つまり僕は確かに一つ一つ細分化して着実に丁寧に指導はしていきましょうとは言いましたけれども、30人いたら30人その指導の響く指導ポイント、指導の方法っていうのは実は若干それぞれ違ってくるんですよね。で最後注意点が2つあります。この2つお話しして今日は終わりたいと思うんですけれども、1つ目はですねこういった細分化した丁寧な指導を誰かがどこかでしていてくれたっていうことです。特に小学2年生以上の先生、小学3年生4年生5年生6年生中学校高校の先生はですねそういった細分化した地道な指導をいつかどこかで誰かがやってくれていた、その上で指導をさせていただいているっていうこの謙虚な気持ちを持つことが必要だと思いますね。特に大卒学校現場にいきなり入った先生からしたら勉強をするって言ったらもう大学の講義室でっかい講義室で普通に勉強をしてるそういうイメージがあるわけですよ。勉強って言ったらこういうふうに普通に勉強するよねっていうなんとなしの先入観があるわけですよね。ところが初めて勉強する子どもたちっていうのはそういう先入観がない。まだ小学校まだ義務教育1回目なんですよ。そういった子どもたちに指導するには本当に手取り足取り一つずつ着実に指導をしていく必要があります。僕今でもよく覚えてます。小学1年生初めて担任をした時、僕は校歌福岡教員1年目で小学1年生の担任させていただいたんだけれども、4月の初日子供朝いきなり泣いてました。なんで泣いてたかっていうと、先生カバンの開け方がわからないだそうか、カバンの開け方わからないよな、じゃあ一緒に開けよう。そこからですよ。カバンの開け方どこかで誰かが教えてくれてたんですよ。続けて僕は子供たちにこう言いましたよ。教科書を引き出しの中に入れましょう。子供
泣き始めましたよ。先生、教科書って何？わからない。そうか、誰かが教科書ってこれなんだよっていうのを教えてくれてた人たちがいたわけですよ。僕はそんなことわかるよね。カバンなんか開けられるよね。教科書なんて普通に引き出しに入れられるよねっていう先入観を持ったまま大学から学校現場に飛び込んだわけですけれども、そんなことはない。そういうことをどこかで誰か大人が、先生や保護者がですね、教えてくれてたっていうことです。そしてその役割を担っているのがあなた、特に小学校1年生の先生っていうことですね。で、2つ目はですね、細分化指導をしましょうっていう趣旨で今日お話ししましたけれども、細分化指導が機能するには実は前提条件というのがあるんですね。細分化指導が機能するための前提条件です。4つ紹介します。1つ目、まずは子どもと教師に信頼関係があるっていうことですね。細分化した指導をしたとしても、子どもがその先生の言葉を拒否したら、あの先生の言うことなんか聞きたくないよっていうふうに拒絶されてしまったら、やっぱり指導は機能しませんよね。だから子どもと教師にきちんと信頼関係が結ばれているということ。そして2つ目は他律が機能しているということ。つまり先生が注意や叱責、何らかの指導をした時に、ちょっと先ほどのと似ていますけれども、あの先生の言うことだったらちゃんとしなきゃなっていう他律の雰囲気が教室の中にきちんとあるということですね。そのためには先ほどお伝えした関係構築が必要なんですけれども、この関係構築からの他律機能がちゃんと機能しているというところが最低条件になってきます。そして3つ目は子ども同士の人間関係が良好であるということですね。いくら細分化した丁寧な指導をしたとしても、子どもたちの関係がギスギスしていたら、どうしたって授業中衝突したりとか、お互いに足を引っ張り合ったりしてしまうことがあったりしますよね。だから子どもたちの人間関係をきちんと促進していくっていう仕事も学校の先生は大事な仕事なんですね。これすなわちダイレクトに学級経営だと思います。そして最後4つ目はですね、案外見落としがちなんですけれども、座席配置です。子どもたちの人間関係が良好だったとしても、座席配置によっては子どもたちの学習があんまり機能しないという状況があるんですね。よくありがちなのが、学力の高い子と学力の低い子どもをペアにして、お世話係として座席配置を組むんだけれども、もう授業してたらずっと片方がこら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 ってちゃんとしてちゃんとしてちゃんとしてって注意をして、注意する方もストレスたまるし、注意される方もストレスたまるし、もう学校行くの嫌になっちゃったよとか、ペア交流しようとしても話し合いの土台がもう全然揃わなくて、全然交流にすらならないとか、そういった問題も出てくるわけです。本来人間関係良好なんですよ。休み時間になったら一緒に遊んでるんですよ。だけれども学習が機能しないということがあるわけです。こういった座席配置っていうところもきちんと教師はマネジメントしていきましょうねということでございました。いかがだったでしょうか。今日はですね、おしゃべりが止まらない子どもが勉強を始めるグッド指導、こんなテーマでお話をさせていただきましたけれども、一言でまとめましょう。おさらいしてみましょう。何々した指導をしていきましょう。これ何だったか覚えてますか。そう、細分化した指導をしていくように心がけていきましょうね。地道な作業にはなりますけれども、まだ残り学級経営半年間できますから、確実に必ず着実に成果を上げていくことができると思います。今日コメントくださった方、応援してますよ。頑張ってくださいね。最後一つお知らせさせてください。じゃん、こちら研究所メンバーシップを行っております。ナンバー442、宮沢流学級を活性化する席替え術3ステップ。先ほどお伝えしました子どもたちの学習が機能するような座席配置をきちんと作っていきましょう。どうやって？その答え、こちらの動画をご視聴いただければ手に取るように分かりやすく理解することができると思いますので、よければこちら気になった方ご視聴ください。研究所メンバーシップにご登録いただければ今すぐにこちらの動画視聴することができます。お待ちしております。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。